皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ほぼ毎年恒例の行事となっている三峡ダムの法解説について取り上げていこうと思います。この時期になると、日本だけではなく中国においても非常に激しい雨が降るようになって、それに伴う災害といったものも頻発するようになります。それに伴って三峡ダムが崩壊した場合にどれほどの被害が広がるのか、そのことについて言及する動画というのが必ずのようにこの時期においては増加する傾向が見られます。ただしそれらの動画というのは三峡ダムが崩壊したらという前提に立った被害の話をしていることが多く、私はその前提そのものが間違っている、つまり三峡ダムは崩壊しないよという話を主にします。皆さんにとっては三峡ダムが崩壊しないことを意外に思うかもしれませんが、冷静に見れば三峡ダム崩壊というのはいわば陰謀論に近いようなもので、現実を無視しているとさえ言えます。なぜ私がそのように考えているか、この動画では解説していきましょう。ただし現実において中国において水害が発生しているという事実があるので、まずはそのことから話をしていきましょう。中国南部で60年ぶりの豪雨、異常気象は一層の悪化を予想。中国南部が60年ぶりの豪雨に見舞われ、土砂崩れや河川の氾濫などの被害が広がっている。異常気象は今後一層頻度が増すと専門家は予想する。中国国営メディアによると、少なくとも7省で土砂崩れが発生し、道路が水に浸かった。南西部の貴州省では河川が氾濫して道路が冠水し、車や住宅が押し流される映像が SNS に投稿されている。地元気象当局は、チワン族自治区と広東省、福建省の降水量が1961年以来で最高に達したと伝えた。新華社通信によると、この地域の降水量は5月1日から6月15日にかけての46日間の平均で621ミリを記録した。国家気象センターの統計に基づくと、これは2021年の中国全土の年間平均降水量672.1 ミリの 90% 以上に相当する。この短い期間において年間降水量分の雨が降ったという激しい状況を示している。専門家によると、今後も中国南部では豪雨が予想され、北部は熱波に見舞われる見通し。中国では例年6月から洪水の季節が始まり、大抵は長江や支流に面した人口密度の高い農業地域に被害が集中する。しかしここ数年の洪水は激しさが増しており、専門家はこの事態の一層の悪化を予想している。このように中国南部で激しい雨が降り、洪水が発生しているという事実があります。これに伴って三峡ダムもきっと崩壊するだろうと言い出す人が出かねないなという状況なわけですが、地図を見てください。今回の中国南部というのは長江よりもさらに南、主江流域における災害です。例えば福建省などは台湾の対岸地域だと考えれば、長江とは少し位置がずれているなというのが理解できると思います。しかし地理感覚として中国南部と言ってしまえば長江だと勘違いする人もいるため、この辺り付け込まれる注意ポイントだと言えます。さて、事実としてこれから中国では多くの雨が降ることによって各地において洪水などが発生することでしょう。しかしイコールそれによって三峡ダムが崩壊するとはイコールでつながるものではありません。三峡ダムが崩壊するかどうかというのは、基本的には三峡ダムにどれほどの水が溜まっているか、そしてその水が増える量がコントロール不能になるかどうかにかかっています。ですから今後中国南部において激しい雨が降って三峡ダムが崩壊するかどうか、その判断というのは実は一つの指標を見るだけでかなり正確な判断を下すことができます。それは中国三峡ダムの水位を見ることです。三峡ダムの基本的な水位、いわゆる基準となる水位というものは175メートルです。この175メートルというのは毎年のようにこのぐらい水を満たして問題ないかを見る、そのための基準点だと考えてください。一方において今の時期から多くの雨が降って三峡ダムにも大量の水が流れ込んでくるということが事前に分かっています。ですから175メートルまで上げた水位というものをこの時期においては少しずつ減らして増水する分をある程度見越しているのです。そのため直近の三峡ダムの水位は145メートルです。基準点となる175メートルに対し145メートルということで、この間がだんだんと埋まっていて175メートルを超えてきた時が本当に三峡ダムにとっては危機的な状況だと言えます。
ですから今後中国南部において激しい雨が降って各地で洪水が発生しているのを見たとしても、イコール三峡ダムの崩壊を叫ぶような人がいても、三峡ダムの水位は175メートル以下であれば基本的には崩壊はしないというふうな判断を下すことが冷静になればできます。しかし過去の例を紐解くと、この175メートル以下でも何度となく繰り返し三峡ダムが崩壊すると言い続ける人たちがいます。それは一体なぜかというと、この145メートルから175メートルの間において基本的にはダムの管理側としては注意して見ていかなければならないなということで、基本的には要注意の水位だと考え、実際監視を強化するのです。しかしこれはあくまでも安全基準内での範囲の監視なのですが、一方で三峡ダム崩壊を訴える人たちというのは、この監視というのがもう危険なほど、つまり崩壊する前提で、こんなに危険な状況なんだよというのを伝えるのに、危険性だけを誇大に強化して皆さんに伝えるのです。例えば水位が150メートルになった、160メートルになった、もう三峡ダムは崩壊してしまうみたいなことを言い出す人というのは、145メートルを基準にして、そこから水位がたくさん上がったんだから危険性が増したという言い方をするわけです。しかし基準点はあくまでも175メートルです。ダムにとってはコントロールの範囲内です。ですから危険性というものはあまり気にする必要はないわけです。しかし今回記事でご紹介したように、中国南部における降水量は非常に激しく上昇しており、これまでの常識を超えたものすごい広範囲に膨大な量の雨が降り続ける状況というのも発生するかもしれません。その時においてはこの175メートルを超えてくる可能性というものもあります。その時に初めて三峡ダムの崩壊の危機といったものが現れるわけですが、私はその点について言っても、おそらくは日本の考え方をしているから危険だと考えるのであって、実際中国当局はそのようなことが起こったとしても、おそらくは三峡ダム崩壊を防ぐ手立てを実施するだろうと考えています。それは一体どのような手かといえば、川の堤防を決壊させてダムに流入する水の量を大幅に減らすといったようなかなり強引なやり方をするだろうと思います。この考え方は別に突飛な話ではなく、すでに過去に実施された例があります。またもう一つ実施された話もしておきましょう。ダムに流入する水の量が多いのであれば、それに伴ってダムの放水する量についていってもどんどんと増やすといった手があります。この2つ目の例であれば、下流域における水量がぐんと上がるものですから、下流域においては洪水は非常に激しいものとなります。しかし中国当局にとってみれば、このようなダムを守るのか、それとも人々の暮らしを守るかといったような天秤にかけた場合に、彼らにとって大事なのは三峡ダムを守ることです。この点について言っても私は適当な話をしているのではなくて、2020年などはこのような話で堤防も自ら人民解放軍が爆破したし、また下流域の住民に対する無警告での放水量増加といったものも実際に行いました。つまりこれは架空の話ではなく、すでに過去に行った政策なのです。このような政策を組み合わせることによって、基本的には175メートルを超えたら危険なんだけど、それを超える以前の段階において中国当局はダムを守るために非常手段をすぐに取ることができる、そのような政府だということです。このように基本的には、私は三峡ダムは崩壊する以前の段階で中国当局は多くの犠牲を払ってでも三峡ダムを守るだろうと考えていることから、三峡ダム崩壊を訴える人たちの話というのは基本的にはデマやフェイクニュースで終わるだろうと考えています。しかしそのような動画が毎年のように登場して、それなりの再生数を稼ぐには一つの理由があります。それは実際問題、三峡ダムが崩壊すれば、その下流域において1億人以上の人たちが被災するだろうと考えられているからです。このような大きな被害を受ける人たちというのを想定して、日本においては非常に残念なコメントをする人たちがいます。それは多くの人たちが被害を受けることを喜ぶような、むしろ歓迎するようなことを期待する、そういったコメントをする人たちがそれなりの数いるのです。しかしここについては非常に重要なことなのですが、中国共産党や習近平国家主席の進めている
人権蹂躙の政策などについて批判するのは私は非常に正しいと思っているわけですが、三峡ダムが崩壊してその下流域の多くの人たちが亡くなるかもしれない、そのような不幸を願うようなことをするのは私は非常に人間性に問題があると思います。例え話として、日本において大地震が起こった時にそれを祝う人たちというのが海外にいれば、私たち日本人から見ればその人たちは非常に人間性が下劣に見えるはずです。三峡ダム崩壊を願い、それに伴って多くの人たちが犠牲になることを願ったり、もしくは祝福するようなコメントをする人たちというのは、私たちがまさにそのような品性が下劣だと思う人になり下がっているのだということをぜひとも自覚してほしいものです。というわけで今回の動画は、中国南部で多くの雨が降り始める時期となりました。これに伴って YouTube では恒例の三峡ダム崩壊の動画というものがそろそろ出始めることでしょう。しかし、そのような動画というのは基本的にはほとんどが的外れで、危機を煽るだけ煽っただけで動画を見る価値もないし、そのような時間を費やすこともほとんど無駄と言えるようなものです。そしてもしも見てしまったとしたら、一体今三峡ダムの水位がいくつなのかといったところをぜひとも注意してみてください。水位が175メートル以下にもかかわらず、すぐにでも崩壊するようなことを言っている人というのは、基本的にはこの水準について全く理解していないということをあらわにしています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。